レビアタン先生のオタク FM。 皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミーの魅力をもっともっと世界のラット留学生に届けたい、そんな思いでお送りするときめき萌え萌えキュンなウェブラジオオタク FM 特別会です。お相手は二次元最高ガチオタ三男レビアタン役の岡田聡です。はい、いつもならここでねゲストの方を紹介してたんですけども、今日僕だけです。そうなんですね。前回ねベルフ役のお兄ちゃんが来てくれたんですけども、その時にね直訴しまして半信半疑やったんですけど、まさか通ってしまいまして、特別会レビアタン祭りを開催することになりました。そしてゲストに誰か来てくれんのかなと思ってて、お兄ちゃん付き合ってくれたし来てくれるかなって思ってたんですけど、いないですね。じゃあ京平さんかな、来ないですね。でいつまでたっても待っても来ないんで、あれ今日ってゲストはいませんよと、僕一人やと。別にこういう展開を求めてたわけじゃないんですよきっとね。ただ一人で、ね、レビアタン祭りを開催していいということなんですけど、祭りは一人じゃできないですよ。祭りってみんなでガーって盛り上がって一生懸命わー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 ってやるもんでしょ。一人なんですよね。こういうとこでなんかガチの孤独な引きこもりオタクの感じを演出されるとは思ってなかったんですけど、一人で頑張っていくと。でも6回兄弟たちと行ってきて、で祭りをねそれぞれ開催してきましたよ。ベール祭り、マモン祭り、アスモ祭り、ルシファー祭り、サタン祭り、ベルフェ祭りでレビー祭りと。面白かったですよね。それぞれに個性がありすぎるんですよね、うちの兄弟たち。なんかねすごいんですよ。誰とやってもオタク FM っていう冠がついてるにもかかわらず同じ感じにならないんですよね。聞いてくれた方は分かると思うんですけど、みんな違う色を出してくるから、なんかそれによって僕の色も変わっていくんですね。だから全然同じラジオに聞こえなかったように思います。なんかねそこの兄弟のなんていうんですか、統一感が取れてないというか、個性がすごいあるっていう感じがなんかねめちゃくちゃいいなって僕思ってるんですよ。これこそがなんか個性あふれる7兄弟、この感じをもっともっと大事にしていきたいなと思ってるんですね。だからこのレビ祭り一人は予想してなかった。誰かがいてくれればその人にレビの話振って帰ってきて、それで会話して、あレビってこんな人なんだ、こんな魅力もあるんだ、引き出してくれた、やったぜ。まさか一人言うてますけども、でもねそんなこと言ってもしょうがないんで、レビアタンの魅力、レビアタンとはこういう人だ、レビアタンと岡田聡こんな関係性があるんだっていうのを余すことなく伝えていきたいと思います。僕とレビアタンの関係性なんですけども似てるんですよね、基本的に。僕すごい嫉妬深いんですよ。こう見えていろんなことに嫉妬するし、でマイナス思考なんですよね、どっちか言うと。なんかプラスのことをファって言われて、例えばルシファー役の山さんなんかめちゃくちゃ褒めてくれるんですよ、僕のこと。プラスのことばっか言う仏のようなんですね。そんな仏のような山さんから、いやいいよ加田くんすごい本当に相槌完璧だからありがたいありがたい言ってくれるんですけど、こいつほんまかって、ほんまに思ってんのか、この人の方が全然相槌うまいぞ、めちゃくちゃいい感じやんけって思うとこばっかりなんですよ。でベール役の京平さんも、いやサトシに任したの全部大丈夫だね、ありがてえありがたいよとか言ってくれるんですけど、あの人のキラーパスほど切れ味鋭いもんないですから、そう考えたら僕のその相槌なんかあの人にとっては無意味なんですよ。あの人がもうキラーパスバン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 打って、僕それを必死に受け止めてるだけでしたからね。そう考えたらやっぱね周りの兄弟たちがすごい。もうこんな兄弟たちに囲まれて僕は個性を出していけるんだろうかというところですよね。一番なんかいろんな色に染まってるってことは僕が一番個性がないっていうことの表れなんじゃないかって今すごいなんかレビー的な感情になってきましたね。劣等感というか、
でもそんな個性に埋もれないように僕自身も個性を出して頑張っていきたいと思います。あれ、オープニングの時間がそろそろ迫ってきてますけども、レビの話した？レビアタン祭りやのに結構みんな兄弟のことばっか話してたような気がする。まあここからですね、レビ一人でお届けします。レビアタン祭り、お楽しみに。配信最後まで聞いてください。よろしくお願いします。即興嘆きの館劇場。即興嘆きの館劇場とは、オベイミー公式 Facebook グループでヒアリングした兄弟たちがこんなシチュエーションに遭遇したシーンを見てみたいというアイディアをベースに書かれたオリジナルストーリーを僕とゲストが即興で演じるコーナーです。はい、ゲストはいません。僕なんですよね。僕だけなんです。なんか毎回こうやって、いやー2人でやるの初めてよね、テンション上がるよねっていう話してめちゃくちゃ楽しかったんですよね。2人でするの1人なんですね。で、僕1人でオリジナルストーリーってどんな感じになんねやろ。まあいつも皆さんと電話でお話しするみたいな感じになるのかなって思ってたんですけど、ちょっとね今回のストーリーちらっと先ほど見たんですけども、可愛かったですね。可愛かった。めちゃくちゃレビーが楽しみにしててください。即興で演じてみますので。そしてレビーといえばそうなんですね、結構早口でまくし立てるところがあるんですけども、そこも楽しみにしていただければと思います。それでは参ります。ここも2人で言えない、1人でいきますよ。今回のタイトルはこちら。気になるあの子はアニメがお好き。2番目の王は汚れの王が持つ金の卵を産むカモノハシを盗もうとしたがために、そう、汚れの王の逆鱗に触れた。以来愚の王の称号を与えられた。入ってよし。そこ座って。お前さ、今何飲む？はあ？ブフォタマミルクティー？そんなリア充が飲むようなシャレオツなドリンクが僕の部屋にあるわけないだろう。鮮血のスパークリング。人間には炭酸ちょい強めだから気をつけて飲めよ。これ実はウルレイの遊園地会に出てくるやつを参考にしたやつでさ、魔界でもかなり人気で。ってそんなことどうだっていいんだよ。いや、どうだっていいことはないけども。いや、お前さ、最近ハマってるアニメあるだろ？そう、それ。僕がお前に教えてやった春風怪盗ジェーンたんマジ尊いけしからん。この前の神回見た？悪い奴らに操られてたライバルの兄を助けてあげてさ、ラストでいつもツンツンしてるライバルがジェーンタンを認めてあげる的なセリフ言ったじゃん。あそこほんと胸熱って。だからどうだっていいんだよそんなことは。いや、よくはないけど。だからいつも僕の DVD とか見に来るのに、これはわざわざアニデーモンで予約してただろ。それもノワールの限定クリアファイルがついてくる特装版。好きなの？ノワール。そんな可愛い笑顔で大好きとか言わないでくれる？いろんな意味で胸をつかまれるっていうか、なんかもう僕生きててよかったっていうか、むしろ今死刑執行なうみたいな。もうなんだよ、情緒不安定にもなるよ。お前がノワール好きっていうのは1億個譲っていいよ。僕も大事な嫁とか推しとかいるし。でもさ、1個聞いておきたいっていうか、ノワールにさ、リアコってわけじゃないよね。は？リアコがわかんない？リアルに恋しちゃってんのかどうかってこと。
いや待って、やっぱ答えないで。ここでさっきの大好きが来たら僕本格的に立ち直れない。軽く見積もって500年は引きこもる。だいたいさ、よく考えてみろよ。ノワールもジェーンタンに歴史とかいろいろ教えてたけどさ、それだったら僕だってお前に魔界のアニメのいろはを教えてやれるしさ。ノワールとジェーンタンがお出かけしてた回だって僕ならお前に魔界を案内しつつもののけランドのレアもののけ取らせてやることだってできるしさ。7王だって前回いつでも貸し出し OK だし、僕ほどお前の推しにふさわしい悪魔そういないと思うんだけど、お前どう思う？そんなに心配しなくても分かってる？だよな、知ってた。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりあれですね、2人でやってた分1人はしんどい、本当に。っていうか、なんかいつもの分量よりこのオーディオ嘆きの館劇場のドラマ多いんですけど、セリフ量がなんか長いんですけど、なんかやたらね、はい、舌が回ったような気がするんですけどね。いや、こうやってなんか兄弟たちとドラマを撮ってきて改めて一人でこう撮るとね、なんか相手がおることのなんかありがたさっていうのを本当に感じますよね。自分一人でやることの寂しさっていうのをなんか久々に感じて、今めっちゃ心細いです。でこれ兄弟みんなと僕でやらせてもらったけど、他のね、例えば殿下であったりとかで天使組であったりとか、そういうメンバーとなんかオーディオドラマっていうのも楽しそうですよね。でもっと言えば僕以外のメンバープラスもう一人とか、ね、3人とか、そういう関係性があっても面白いと思うんですよ。で夢はどんどん広がっていきますし、で言いたいのは本当に今回長かったなっていうことだけですよね。なんでこんな長かったんやろ、びっくりしたわね。正直に言います、疲れてます。このあと地獄亭で乾杯もあるんですけど、一人がこんなに寂しいもんやっていうのを初めて知りました。はい、ありがとうございました。で今回特別会で、この嘆きの館劇場も終わりということですので、またいつかね、この嘆きの館劇場が再開されることを願ってお別れしたいと思います。以上、即興嘆きの館劇場でした。地獄亭で乾杯。地獄亭で乾杯とは、お題に沿ったテーマでゲストのプライベートに迫っていくフリートークコーナーです。気を取り直していきましょうね。ゲストはいませんので、僕のプライベートに迫っていくコーナーになるんですかね。でもこれ僕自身が僕のプライベートに迫っていくって全然意味のわからない状況になってるんですけども、僕がプライベートを公開していくっていうコーナーになるんでしょうか。公開するプライベートなんてありませんよ、僕に。もう別に何も変わった生活してへんし、普通に生きてるだけなんですけども、僕に対してもお題が届いてるんですよ。でこのお題っていうのが、オベイミーでこれから挑戦していきたいことっていうテーマですね。なんかあれやな、僕挑戦していきたいことでしょ。山さんはオベイミーでを通じて変わったことってやったんですよ。なんか他のメンバー最後の晩餐とか10億円とかで、休日何してるのとかで、アイムさんはちょっと変わってて子供の頃の夢やったような気するんですよね。オベイミーでこれから挑戦していきたいこと、あれですね、プライベート全然関係ないけど大丈夫ですかこれ。分かってますよお前のプライベート別に知りたくないよっていうスタッフさんからの現れでしょ。ネガティブ感情が出たところでいきますか。オベイミーでこれから挑戦していきたいこと、そうですね、なんかいろいろ思ってたんですけど、オベイミープレイしててドキマジメモリアルって出てくるじゃないですか。あれをまず開発してもらってメンバー全員でその世界に入って攻略していきたいですよね。ドキマジメモリアル、あれめちゃくちゃ僕面白かったですよ。
ね、ギャップ萌えとかね、いろいろ言葉が出てきてましたけど、ででんでんででんというわけでつって、ドキマジメモリアルの世界僕らが入ったら、兄弟として入るんじゃなくて、その山さんであったりとかね、アイムさんだったりとかコバさんだったりとか、そういうメンバーの中で入るとして、もう誰がどう生き抜いていくのかっていうのをね、挑戦していきたいですよね。現実にできることを言えっていうね話なんですけど、はい、もう現実に挑戦していきたいこと、そうですね、アイムさんの回でも言いましたけど、僕本当に歌っていうものが苦手に感じてって、今までね、でも今回マイチャンスを歌わせてもらって、で不安やったんですよね、すごい。結局撮った後にまた撮り直しに行かなあかんのかなとか、これ歌ってどうなんかなとか、発売できんのかなとか思ってたんですけど、でもね、実際歌が出て、でいろんな人に聞いていただいて、めっちゃ感想をくれるんですよ、ありがたいことに。でいろんな言葉をいただいて、ね、好きですって言っていただいたりとか、ずっと聞いてますって言っていただいたりとか、本当にありがたい言葉ばっかりで、純粋になんかこれほんまに言ってんのかなとかじゃなくて、純粋に嬉しくてありがとうございますっていう感情だけやったんですよ。でこんななんか僕歌苦手やねんけどなって思ってたんですけど、その僕の歌でもそうやってなんかキャラクターに合ってるであったりとか、ですごい歌詞も曲も当然めちゃくちゃいいからなんですけど、それでちょっとでも喜んでもらえたんやったらありがたかったかなって。で兄弟みんなのね曲がついに出ましたし、ここで一つちょっと挑戦してもいいんじゃないかなって。何に？そうですよ、ライブ的なね、そんなものに挑戦してもいいんじゃないかなって思います。はい、不安ですよ、めちゃくちゃ不安ですけど、でもせっかくいろんな人に聞いてもらってそういう機会があんねやったらね、いいんじゃないのと。アイムさんも言ってました、もっともっと歌っていきましょうって。そうなんです、もっともっと歌って歌が上手くなって、それは僕のことや、もっとねこの歌っていうものでみんなになんかファンの方たちに伝えられるものがあったらいいなということで、ライブイベントを一回挑戦してみたいかなって。うぬぼれんなよっていう声がいろんなとこから聞こえてきそうなんですけども、それを振り払ってね、そういったものに挑戦していきたいかなとも思ってます。あと一番思うのは、ウェイミーって海外で先に配信されて、で日本で配信されて、でもういろんな海外の方からツイッターフォローしていただいたりとかして、いろんな声をいただいて、でなかなかね、去年はそういうファンの方たちと実際に会うっていう機会もなくて、本当に難しい状況だったので、でもね、日本でもリリースされて、日本のファンの方たちからもメッセージをいただくようになって、もうすごく嬉しいんですよ。本当に嬉しいんです。だからその僕らの嬉しいっていう感情をファンの方たちに伝えに行きたい。実際にお会いしてその感謝を直に伝えたい。もう海外日本限らずに、もうこれ兄弟みんな思ってることやと思うんですよ。でそういうことをしていくことで、もっとおべいみの輪を広げていきたいかなって。なんかおべいみ代表して喋ってますけども、そういうわけじゃないですよ。ただね、同じことを兄弟みんな、そして殿下も天使組もソロモンもみんな答えると思います。だからそういう機会をね、ぜひ作ってもらえたらなって思いますよね。なんか地獄亭始まって以来真面目に喋ってる気がしますけども、そうですよ、僕根は真面目ですからね。今までね、おかしいんですよ、今までの兄弟たちが。個性が強すぎるんですよ、やつらの。もう好き勝手に喋りやがって。でなんか世の中サタンだよ、サタン隅深夜、このラジオぶち壊しに来てますからねって言ったでしょ。あいつ後ゲラゲラ笑ってましたからね。なんかいやよかったね、お前とはよかったね、これからもやっていきたいね、疲れるねお前とはってね思ってましたけども、個人的にはすごい楽しい回やったかなって。でどの人たちとする
のもね、もう本当に個性があってめちゃくちゃ楽しかったんですけど、でこの地獄亭もね、ある意味地獄のような回もたくさんありましたけども、まあ本来フリートークでゲストのプライベートに迫っていって、こうやって真面目に喋っていくっていうのもありやったんちゃうんかなって今になって思いますよね。これ次回以降の反省にしたいかなって思ってます。はい。あ、そうや、1個思い出したね、これ挑戦していきたいことの最初に言ったドキマジメモリアルの話なんですけど、これ思ったんですよ。地獄亭で乾杯おベイミーでこれから挑戦していきたいことでしょ。今回の特別会のタイトル何でした？レビ祭りでしょ。レビ関係あらへん、全然関係あらへんがな。まあまあなんでなんか違和感あるなと思ったけど、僕全然レビについて喋ってへんなと、オベイミー全体のことばっか喋ってると思って、これええんかなと思って、なんでちょっとレビについて喋ろうと思います。レビアタンって、海外ではレビアタンのタが T やと思うんですね。で日本語でやったらカタカナでレビアタンのタがタってカタカナで書かれてるんですけど、ドキマジメモリアルの中でレビアタンのタが英語やったら C になって、で日本語やったらひらがなのタとんになってレビアタンになるんですよ。あれ読み方どう読むんですかね。普通やったらレビアタンでしょ。ひらがなになったらレビアタンになるんですかね。これ公式さんどうなんですかねレビアタンなのかで C になってるあれはレビアちゃんなのか、合ってるんですね。じゃあそういうことで、ひらがなの場合はレビアタンって呼んであげてくださいレビアっていう名前みたいやんけって思ったりもしますけど、レビアちゃんもねレビアっていう名前かいって思ったりもしますけども、あれひらがなやったらレビアタンらしいです。でカタカナやったらレビアタンらしいです。で僕ゲームプレイしながらこれどっちなんやろうなってちょこちょこ思いながらプレイしてたんですよね。最後にするレビアタンの話これかいっていうね僕の持ってるレビアタン情報薄いなっていうね、そんな声も聞こえてきそうですけども、いや地獄で楽しかったですね。いろんな方とお話ししましたし、またねこの地獄亭でお会いしたいと思います。以上、地獄亭で乾杯でした。それではここで一曲お届けしましょう。実は今までね流れてなかったんですよね。やっと流れます。ありがとうございます。ではお聴きください。レビアタンキャラクターソングマイチャンス。きっとわかってるだろうけど、親友なんだ僕たちは。異論は認めない。言い聞かせても寂しい理由がわかんないよ。きっと興味ないだろうけど、お前といるの楽しくて、ここだけの話、お前の話、アニメの続きより気になる。手を伸ばせるなら届きそうなのに、なんかちょっと変だなこの頃の僕。どんな風に毎日話してたかすら思い出せないくらいおかしいな僕。きっと教えてくれないけど、僕のことどう思ってるの。いやでもやっぱなんでもない。ここでラット広報部からのお知らせです。さてここお知らせなんですけども、相も変わらず僕は何も聞かされてないんですけれど、これどうするんですかね。フリートークですか。ここも勝手に新しいお知らせを僕が作っていいんですかね。あるんですね。はい、ありがとうございます。初めてや、ちょっとドキドキするぞ、お知らせするの。はい、ではここでね、おベイミーの新しいイベント情報ですね。ハッピーアニマルタイム2ということで、これ明日から始まるイベントのようです。
去年好評だったアニマル編になんとですよ、ディアボロたちが初参戦します。おめでとうございます。ありがとうございますね。ディアボロ、バルバトス、ルーク、ソロモン、シメオンが初参戦。おー、いいっすね。で、誰が何のモチーフかは推理してみてくださいということですね。明日から始まります。で UR はシメオンですね。で SSR がルーク、ということです。レビはね、最後の最後までないっていうことはないですよね。あ、もう一個あるんですね。はい、来ましたよ。皆さん来ました。そうです、レビの誕生日イベントです。ありがとうございます。レビの誕生日イベントですね。これね、ちらっと聞かれたんですよ。加田さん、どんなレビが見てみたいですかって。これ何のことか分からずに、どんなレビですか、いやレビって言われても難しいですねみたいなことを言ってたんですけど、このことやったんですね。なんと今回誕生日イベントではかっこいいレビが見れるということなんですね。おーって思われた方いらっしゃいます？ふーんって思われた方いらっしゃいます？じゃあおーって思われた方に一言言いますよ。今までのレビはかっこいいと思ってなかったんかと、レビはかっこよくなかったんかということをちょっと突っ込みたいんですけども、僕はレビかっこいいと思ってますよ。なんかよくね、かっこいいっていうより可愛い系じゃないのって言われたりするんですけど、これね伝えたんですよ。かっこいいレビが見たいんですけどって言ったら、無茶を言うなって返ってきたんですよね。無茶って何？あれ？同じじゃないの？兄弟って同じ扱いじゃないのって思ってたんですけど、無茶って言われちゃいましたね。でもこのレビなんですけど、誕生日イベントは初開催なんですよ。はい、ありがとうございます。初開催です。で UR、SSR ともにカードがゲットしやすいんですよね。ぜひゲットしていただきたいと思います。その本編なんですけど、ちょっとだけ言いますよ。荒れ狂う海を沈めるんですね。皆さん覚えてますか？レビって無駄な称号を持ってたでしょ。無駄な呼び名ね。あれの本領発揮されるんじゃないでしょうか。超かっこいいレビが見れるということで楽しみにしていただきたいと思います。そして UR は FPS とかで人間界、天界、魔界のハイスコアを叩き出し、魔界初のプロゲーマー制度を作った伝説のオタクになるっていうのがモチーフになったレビが見れるそうです。これかっこいいんですか？これかっこいいんですかね。ね、期待したいと思います。そして SSR ね、こちらも何がモチーフにされてるんでしょうか。初の花ルリターン魔界オフ会主催。すいません、これかっこいいんですか？かっこいいのかい。これは初の花ルリターン魔界オフ会、参加してみたいですよ。でもね、主催って僕のリクエスト無茶で止まってません？大丈夫ですかね。これぜひね確認してほしいです。どんなレビになってるのか。はい、皆さんゲームを起動して確認してみてください。はい、アプリをねまだプレイしてない人はこの動画の概要欄にある各ストアのページからダウンロードしてみてください。はい、もう一個ありますね。4月1日にアプリを起動したら何かが起こるかもしれませんということです。何かが起こるかもしれない。4月1日にエイプリルフールでしょ、こんなもん。エイプリルフール去年もやってましたよね。このエイプリルフールネタがまた来るっていうことでしょ。違うんですか？お楽しみですか？はい、何かが起こるかもしれないそうです。なので4月1日アプリを起動して皆さんの目で確かめてください。以上、ラット広報部からのお知らせでした。さあ、お届けしてきましたオタク FM 特別会。そろそろお別れの時間が近づいてきました。いやー
あっという間でしたね。一人でもあっという間でした。まあ一人というか、この特別会含めて全7回ですか、もうその全てがあっという間だった気がしますね。めちゃくちゃ楽しかったっすね。なんやろ、普段全然会ったことのない人たちとも会って喋ったわけですけど、すごくね、みんないい人やし、息が合うし、僕に合わせてくれるし、嬉しいなって思ってましたよ。棒読みですか？はい、めちゃくちゃな方もいましたけどね。でもやれてよかったな。めちゃくちゃ楽しかったですし、おべいみ通じてもういろんなね活動をしていきたいな、いろんな人に会いたいなって思ってたんで、寂しいです。終わるのがめちゃくちゃ寂しいです。なんかこうやっておべいみの世界が広がっていく一つのきっかけになったならよかったかなって思ってますよね。もうみんながみんなね、めちゃくちゃやけど真面目な方ばっかりなので、だからすごい、ね、僕の拙い MC にもね文句言わずについてきてくれましたし、ありがたかったかなってね。だからまだ続けたいなって僕は思いますよね。前回第6回の時に大西ちゃんがね付き合ってくれたみたいに、ここで言ったらいけるでしょってならないかな。第2シーズン決定って誰か持ってきてくれへんかな。はい、すごい温かい目でこっち見られてますけども、それはまだわからないっていうことなんでしょうね。もしかしたらまたお会いできるかもしれませんしね。もうみんなでねこの番組盛り上げていただきました。本当にありがとうございました。番組の感想とかはね Facebook、インスタ、Twitter でハッシュおべいみレディオのハッシュタグをつけて教えていただきたいと思います。チャンネル登録と高評価もぜひぜひお願いします。本当に聞いていただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよう楽しみにしてます。ではまた次回のオタク FM でお会いしましょう。お相手はレビアタン役の加田聡でした。またね。